私が定義を出すので、皆さんそれにいろいろ戦ってくださればと。結構難しい要素を出しました。こうかなと思っています。というやつです。文脈の再認識、修正が、笑いだと思っています。結構難しい。気づきと近いですね。ただ、皆さんがふむふむしだしてしまった。難しい。すいません。ちょっと、いろいろ具体例を説明していきますが、実際に、まず本のタイトルをまず紹介してしまいますね。マシュー・ M・ ハーレー、ダニエル・ C・ デネット、レジナルド・ B・ アダムス・ジュニアという、人たちの書いた、人はなぜ笑うのかという本ですね。ユーモアが存在する理由というのを、一応参考文献に挙げさせていただきます。まずそもそもこれを教えてくれたのは、私の、師匠的な人が、教えてくれたんですけれども、これは読書とか、哲学的な、っていうか本当に哲学の人なんですが、その人が教えてくれた割と、オリジナルの定義だったんですけど、笑いっていうのは、コンテクスト、つまり、文脈がずれること。文脈がずれたことに気づくことが、笑いだと思うよ、みたいなことを教えてくれたんですけれども、その後この本を読んで結構似たようなことを言っていたので、やっぱ合ってたんだなという、ところで非常に面白いと思った話。さっきちょっと砂糖の話をしましたが、砂糖は甘い、美味しい。これはエネルギーになる。で、笑いっていうのは何かしら、理由がないといけない。人間のこんなに快楽を与えるってことは、この本に書かれているのは文脈ではないんですけれども、自分の認識があって、で、それから、予測ですかね。をしていると。こういう展開ってことはこういうことになるやろうなという予測。で、この予測というのは、生存に大事なところがあるわけです。なぜなら、生きる上で、先々の展開を予測するというのは非常に、有用なので、予測するというのは、すごい効果があると。ただ、その予測が外れることというのは、結構ありますよね。なので、ふむふむが始まった。で、この予測の修正は非常に大事。予測が、修正できるということは非常に大事。なので、予測の修正が行われるときに、笑いが起こるというか、快感的な、原則があるというのがざっくりした説かな。で、この認識っていうだけだと難しいので、今回文脈というところを使わせていただきました。例えば、私が今から、そうだな、夏に食べると美味しいものっていう文脈から言うと、スイカとかですかね。で、ここから夏に食べると美味しいもの、ラーメン。これだと、夏に食べると美味しいものの文脈から、なんか私が言いそうなことの文脈に合流しているので、面白いのかなと思うわけ。ちょっと、確かに、それいつも食べてるやんのやつ。そうですね。お前年中好きやろがいになる。そうですね。はい。おっしゃる通りでございます。そういう意味で、予測についても、価値のある予測というのがあると思って、それは多分確実性が高いことかなと思っている。かなりちょっとお話が難しくなってきます。この価値のある予測というのが、文脈というか、一定の流れっていうんですかね。で価値のない予測っていうのは、意外すぎることですね。夏に食べると美味しいもの、スコップとか、夏に食べると美味しいもの、そういえばあの時ですね、とか、全然違う話が始まるとか。つまり、これは私たちが、普段から見ているもの、とか経験していることというのは、将来的に役に立つ経験、役に立てようとする、気持ちがある。そう、スコップってちょっと食えないし、トンチンカンな笑いも面白いんですけどね。ちょっとここは、ぶっ飛びすぎる回答に笑えない時の話をしてしまいますと、なので、全く今後に活かせなさそうな、つまり文脈っていうか一体性がないものは、価値のある予測ではないのかなというところで、文脈と、させていただきました。なので、特に面白いものだと、そうですね。はってなるときと、なるほどって、爆笑、これは爆笑みたいな感じ
そういうところの違いはそういうところなのかなと私個人としては思ったりしますね。うん。ボーボーは修正できたことないな。確かに。皆さん、ボーボーで、ボーボーの文脈が今後に役に立ったことがあるか。これは非常にいい判例というか、皆さん、ボーボーで笑いまくってることはあるかもしれませんけど。ボーボーは何なんだ確かに。なぜ笑えるんだろう。これは、考察しがいがあるな。そうですね、理解できなさすぎて笑うのもありますからね。これは難しい。いい笑いっていうのは、なので文脈から文脈への合流が見事なやつは、やっぱり面白い印象がある。という気がします。読んでいて、なんかこういう話の流れかなーって思いながら、別の文脈に合流する。なので、じゃここで、はい、できなさい。一橋のネタつい。うわーやめてください。もう、ほっといてください。はい。じゃああなたはこれを、こういうものだと思って書いたんですかね。はい。これはどうだろうな。一橋のネタついだーうおーすみません。許してください。まあ、意識としては、このラーメン三重士を連れてきたよという、自分で解説するんですかラーメン三重士を連れてきたよという、まあ、ラーメン三重士の文脈からで、右のセリフで文脈を感じさせつつ、左の言っている人で、別の文脈これはお前が言ってるんだみたいな。まあ、そういう文脈に合流させるっていう風に、考えて書いたみたいです。いかがですか一橋さん、気持ちはどうですか不思議と晴れやかです。はい。ね、そんなところがありますけど。はい、ポチポチと消して消して。解説はお前なんまあそうですね。まあ、そういう感じで、つまり我々が認識できる範囲の文脈があって、それがちょっと言い換えによっていい文脈に移っていくっていうのかな。そこの文脈に移るんだみたいな感じですかね。でその文脈への合流の仕方が見事だと笑いになる。というところで、私の定義の話。もういいんだ、一橋。ただ、俺は、ネタついが別にしたくはない。そうですね、社会的笑いは多分別の効果や、意味合いがあるんだろうなとは思っています。そうですね、すれ違いネタはすごいわかりやすいのかなと逆に言えば。二つの文脈が、あっちこっち行ったり来て合流し続けるので、そういう面白さがあるのかなとは思っています。ちょっと急にネタついを投稿してくれたので読み上げますが、魔王、ここにいる5人の四天王を倒したら相手してやる。これもなんか、文脈かなんか結構驚き理論も結構あるのかなとは思ってるんですが、すいません。ふむふむしちゃってごめんなさい。5人の四天王、つまり、四天王は5人やろがいというね、やつなんですけれども、いや、驚きが笑いじゃないのかなって思ったのは、多分シンプルな驚きでは笑いにならないだろうとは思うんですよね。わっと驚かされた時。なので、なんかこれは単純に文脈の合流の発見に驚いて笑っているだけなのか。つまり驚きは副産物的な要素なのかなという風な、ところで、踏むがるなというねなかなかない表現をいただきましたけどこれ私、そうか、踏むがってたのか異様なティラミス推しをね、してしまいましたああいうなんだ、好き人と工事家としてはやはりこの流れは引っ張ると、なんか文脈になるなみたいな流れを引っ張るのが好きなので、やっぱなんかこういう、これもいいかもって思った流れを、いろいろ、その波に乗るっていうんですかね、そういうのさせていただいたのはすごい楽しかったですね。